日本の皆さん、韓国のおばあちゃんを見てこう思ったことありません？なんであんなにパーマ率高いのって、地下鉄でも市場でも団地の前でもふわふわパーマの女性多いんですね。ところが実はあの髪型、単なる流行遅れとかそういうトレンドとかそういう話ではないんですよ。むしろ韓国の経済、労働、家計、防衛、美容が全部詰まった生活の知恵だったんです。なぜ韓国では今でもアジュンマパーマ、マッシュルームパーマがここまで強いのか、今日は5つの理由を説明します。1つ目、カツラのためだった。2つ目、おしゃれの基準だった。3つ目、家事と労働に最強だった。4つ目、お金の節約に最適だった。5つ目、年齢による事情があったという話です。皆さん、韓国のおばちゃんを見る目が今日から完全に変わります。一つ目はですね、カツラのためでしたっていう話です。これですね、実は韓国の経済と繋がってるんです。韓国ファイナンシャルニュースのオーギソン記者によると、カツラ産業と関係してたらしいですね。1960年代から70年代、韓国ではカツラ産業がものすごく成長しました。特にアメリカ向けの輸出が大成功してたんですね。当時の韓国はまだそんな豊かな時代ではなかったんですから、韓国人の髪を売るってことに頑張ってる人たちがいたんですね。だから当時はですね、韓国人の髪が太くて質が良いとか、なんか手作業が丁寧と評価されて、もう人気になったようです。で、このカツラ作るためには大量の髪の毛が必要でした。数万本とか、場合によっては数十万本単位で必要だったらしいですね。そこで業者たちは美容師を地方とか農村へ送り、女性たちから髪を買い求めていました。生活費のために長い髪をバッサリと着て売る女性が実際に多かったらしいですね。そしてここが面白いポイントですが、髪を切った女性たちに美容師が無料でパーマをかけてあげたという話が残ってるらしいです。短くなった髪をそのままするより、ふわっと丸めた方が形が整いやすかったかららしいですね。つまり韓国のパーマっていうのはおしゃれの流行というより、その初めには産業とか生活とか美容師と文化がつながって始まったのかもしれないですね。で、二つ目はですね、おしゃれの基準だったってことです。韓国では1980年代以降、ちゃんとしてる大人の女性というのはパーマをしてるって感覚が定着していたようです。今の日本だと自然なショートヘア、グレイヘア、レイヤーカットなども上品で素敵というイメージがありますよね。でも、韓国の母親世代、特に今60代から80代からの世代によっては、ふわっとボリュームのあるパーマこそがきちんとした髪型だったようですね。例えば、お盆とか旧正月に親戚に会うとき、結婚式に行くとき、教会へ行くとき、友達同士の集まりに行くとき、ちゃんと美容室行かなきゃってなると、自然に短めパーマになっていたようです。しかも昔の韓国では、今みたいにヘアスタイルを細かくオーダーする文化がそこまで強くなかったようです。近所の美容室で、いつもの感じでお願いしますと言うと、ふわふわパーマになるってことが全国で標準だったんですね。むしろ全国で標準だったからこそ、他の美容室に行ってもパーマしてくださいってなったら、パーマになるっていう礼儀とか清潔感だったらしいですね。で、三つ目はですね、家事と労働に最強だったっていう話もあります。これがですね、働く女性のための実用的な部屋だったということです。今ってもう朝に髪を整おうとすると、ドライヤーして、アイロンして、ワックスつけてみたいな感覚ありますよね。でもね、韓国のお母様たち、特に昔の女性たちはそんな時間がなかったようです。畑仕事に行く、市場へ行く、家事をする、子育てをする、義理の両親のお世話をするみたいな。だって1970年代の一人当たり GDP は数万円とかだったんですからね。家の中と外を両方回していた世代なんですね。そうなると毎朝ヘアセットなんてしていられないですね。そこでやったのが短めパーマだったようです。多少ボサボサであっても形が崩れにくい。汗をかいてもごまかせる。水でちょっと触るだけでそれっぽく戻るっていうことがあるんですね。さらに昔の韓国農村では今みたいにシャワー環境というのは整っていなかったんですね。郷土の水の場所、そこから髪を洗うとか体を洗うことだったんですから、その毎日ロングヘアを管理するっていうことはかなり大変だったようです。つまり限界まで忙しい生活の中で最も戦いやすかった髪型だったのかもしれないですね。
4つ目の理由はですね、お金の節約に最適だったという話です。これはですね、実は一部の方にとっては、可愛いウェーブを目指した髪型ではなかったようですね。これの長所というのは、長持ちすることだっていうことですね。今って1ヶ月から2ヶ月ごとに美容室へ行く人、珍しくないですよね。でも考えてみれば、頻繁に美容室へ通うっていうのは、お金がかかるということでもあります。だから韓国のお母様世代は、1ヶ月パーマかけたらできるだけ長く耐えてくれという感覚だったようですね。実際、韓国の美容職人として知られるイ・オンスクさんも、当時の女性たちは絶対にすぐ取れないようにもっと強く巻いてくださいとお願いしていたと話しています。つまり重要なのここでして、韓国のおばあ様たちのパーマっていうのは自然でナチュラルなおしゃれパーマを目指していた人もいるかもしれないですが、耐久性、効率性重視パーマでもあったようですね。だから、このカールをどんどん強くするとか、髪も短くなったりとか、その結果として独特なくるくるスタイルが完成したんだというふうに思います。最後、5つ目、年齢による事情があったっていう話です。これリアルな理由ですね。ボリューム問題です。年齢を重ねると、髪って変わると思うんですよね。例えば細かくなったりとか、腰が少なくなったりとか、トップがちょっと形が変わるだったりとかすることはあると思います。この状態でストレートネハイラにすると、顔全体が寂しく見えやすいのではないかという考え方が昔あったらしくてですね。ところがパーマをかけると、髪の間に空気感が出て、ふわっと膨らむっていうことがあると思うんですね。だから、この顔の印象まで変わるっていう点を踏まえると、ボリュームがあって、顔から髪型の方に視線が分散されるようにするっていう使い方っていうのがあるんですね。だから、もし顔のたるみとかどうしても気になるんですよと、ちょっと顔よりかは他のところを見てほしいんですよってなると、パーマっていうことをすることで、よりその資産を分散できるっていう考え方があったと思います。だから今の若い世代のパーマっていうのは僕は知らないんですが、雰囲気とかファッションとかなんかアイドル風とかそういうことあると思うんですが、今のお母様、おばあちゃんのそのパーマの世代っていうのは薄毛をカバーしたいだったりとか疲れて見えたくないというそういった意図もあるのではないかというふうに思います。合理的な考え方ですね。ここまで見るとですね、韓国のおばあちゃんパーマってただの髪型じゃないですよね。節約しながら家族を支えて朝から市場へ行って子供を育ててみたいな、そのお母様世代の生き方そのものが髪に詰まっているんだというふうに思います。だから僕は韓国であのパーマを見ると、この方ももしかしたらこの時代と戦ってきたんじゃないかなって感じる時もあります。もちろんですね、最近の韓国もかなり変わってますよね。自然なボブとかグレイヘアとか、そういった選択を取る方も増えたんだというふうに思います。でも、それでもなぜか韓国のパーマが頭から消えないっていうのは、その髪型っていうのが単なる流行りとかではなくて、もしかしたら人生の記憶が詰まっているのかもしれません。皆さんは韓国のおばあちゃん髪型見るとどんなイメージを持ちますか？日本との違いを感じたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。以上、パクでした。アンニョン。